皆さんこんにちは。こんにちは。プランツプランのカズと、さきです。今回はですね、春のオーキッド&ボタニカルフェア2025に行ってまいりました。いやー、素晴らしかったよね。前回ね、行った時もすごい日常ではね、見られないような植物たちをたくさん見つけて、今回も心を躍らせて2人で行ってきたんですけれども、まあすごかった。もう予想以上だったよね。もうね、予想以上に得られた感動が大きすぎて、もう伝えられるかなってちょっとプレッシャーなんですけれども、いやー皆さんちょっとね、楽しみに見ていただきたいと思います。はい、早速それでは参りましょう。どうぞ。楽しみですね。楽しみです。池袋サンシャインシティ展示ホール A に到着しました。看板も見えてまいりましたよ。いやーもう楽しみ、心が躍っております。いやー、かなり賑わっておりましたよね。いやー本当だね。で、まずはね、念願&久々のパナさんに直行しました。はい、すごいよね。もうタンクブロメリアたちがこれでもかというぐらいあってね。テンション上がりましたね、これはね。でね、もうすでにね、映像から見てわかると思うんですけれども、生き生きとしている株たちがね、もうわんさかとおるわけですよ。いやーもうどれもすごすぎてね、もう目が回ったよ。そうだよね。で、今エクメアとかネオレゲリアたちが映ってたんですが、こちらはね、ビルベルギアたちですね。もうブロメリアラバーにはたまらないよね、これ。いやー、たまらないよ。そしてこちらがね、フリーセアのフォステリアーナです。いやーこの縦ストライプに淡い横縞。本当にね、色とりどりでね、ディテールのしっかりと入ったこの葉模様たまらないですよね。いやーたまらないね、よだれ出るね。で、こちらはね、エクメア系とネオレギリア系なんですけども、巨子がしっかりした子がこちらは多かったですよね。星かっこよかったね。かっこよかった。もうトゲトゲだったね。形もさることながらね、色も綺麗でありながら。そしてこちらはエクメアトカンティーナレッドフォームです。いやー巨子やばいね。ノコギリみたいだよね。ディッキアの太陽ですよ。いやーもうこれ奇跡のディッキアだと思いました、私。いやー、赤い灰色にこのトリコームとのコントラスト美しくてね、巨子もすごくいいよね。ねえ、かっこいい。で、この子はね、葉っぱがくるくると巻いて巨子の鋭いね、ネオレギリアのムーレアナですね。うわーかっこいいな。この外巻きってやっぱいいよね。いいよね。板付けした時も表情がガラッと変わるよね。そそられる。こちらがね、ネオレゲリアの板付けたちがたくさんいるところなんですよ。これね、全部宝石に見えるね。キラキラしてるね、もやっぱ色とりどりな子たちがこう立体的に見えるのがすごいよね。う。いやたまらないね。この子はネオレゲリアホワイトホットアンバーですよ。いやもうインスタでしか見たことないわ。すごい綺麗ね。もうあんなに艶やかな色が出るだなんてね。この後ペンデュラ・アルボ・マルギナータという子、この子うわー長いね、葉がね。そう、長いし巻いてるし、でこの符の入り方も美しいじゃないですか。巨子も黒くてかっこいいな。ところどころブチが入ってるみたいね。ビルベルギアのオビワンです。出たオビワン。迫力すごかったよね。すごいすごいすごい。このやっぱり黒い灰色に色とりどりが入る感じ。異彩を放ってたね。でこちらがネオレゲリアのアイロンサイドです。うわーこの子大きかったね。すごい大きかった。背は低めなんだけれども、このね、ずんぐりむっくりした体に美しい色をすごく携えている。そしてこちらはヨキさんのブース、タイからの出店ですね。とても感じよく対応してくださいましたよ。今回このパナスさんと一緒に出店されてたんですが、このギムノカリキウムやアロエ、そしてサンセベリアの大海原です。すごい、小株の種類すごかったね。すごかったでしょ。そんな中でもね、可愛いでしょ。サンセベリアのホビットですよ。いやーホビットかわいいね。コンパクトだね。すごい。すごくね、こうキュッと締まった感じするよね。でこちらがサンセベリアのベララブラノスの1970ですね。こちらはサンセベリアのヨハネスブルグ。うおー、符が綺麗だ。ライム色だね。すごく黄色の符がはっきりと入ってる子だよね。いやもうここ私はね、ネオレゲリアの聖地と呼びたい。もうね、素敵な対応ありがとうございました。ありがとうございます。そしてお迎えしちゃいましたよ。
さあお次はですね、こちら山庭園さんですね。こちら蜜源さんが案内してくださいました。そしたらじゃあ、ブロメリアが、メインなんですけど、今回もはい。例えばこういうカラワタの仲間とか、もともとエクメアっていう仲間だったんですけど、それが、分類が新しくなってカラワタはい。という属になったもの。これはビルベルギアのホリダホリダ。ホリダホリダ。おー。これも結構寸胴というか、しっかりと筒が太くなっていて、で背丈もそんなに高くならないで原種なんですよ。おー。で今は趣味家の方でもはい。交配をしようとしている人が増えてきたので、そういう人たちがこれを使おうとはしてると思いますね。ちっちゃくて筒型になって腰も粗いんで、これをこういう形でさらに例えばこういうスポットが入るようになったらめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。絶対かっこいい。なんでこれもまだ個体数が日本にそんなにないので、昔は流通、今よりはあったんですけど、一旦落ち着いてまた少しずつ見れるようになってきたからで。うわー、なるほど。いやもう本当にありがたいね。すごい詳しく説明してくださいました。本当ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこのピンク色の子はビルベルギアのルイーズです。いやー、緑にねピンクの符が入って外から淡い感じのね色のテイストがまた美しいんですけれども、この子欲しかった。欲しかったね。そしてこちらがねお芋系がいっぱいいる棚ですね。おー、これはまたすごい豪華勢ぞろいだね。そしてこちらがねアグラオモルファコロナンスです。なんだこれ、すごいね。巨大な葉っぱだったんです。この子をねお迎えしたかったんですよね。でこちらがね、はいアミドリウムジッペリアナムですね。符が綺麗。綺麗。形も好きだな、結構いいよね。でこちらがドミリオプルスマクラータですね。いやこのブチ模様すごいね。葉っぱの美しさもさることながらこの開根のたくましさ美しさよ。開根の色も私好きだな。これかっこいい。かっこいいよね。そしてこちらがねフィロデンドロンギガンテウムです。うわー、この細かい符がたまらないね。迫力あったよね。こちらは多肉棚でございますね。アロエもいて、で下の段にはね開根系やサンセベリアなどもおりましたね。おー、かっこいいな、サンセベリアも。ちょっと珍しい子も多くて、例えばこちらがアローディアのめちゃめちゃ大きい40センチぐらいあって直径5センチぐらいの巨大なものですね。普段見るのって結構細長いの多いと思うんですけども、マダガスカルの固有種らしいです。でこちらがサンセベリアのバードビーク。本当にオウムのくちばしみたいな形してるでしょ。かわいいわ。うねり方がやばいよね。うねり方もそうだし、でこの子がねフィカスのミクロカルパですよ。符の入り方が面白い。本当にね綺麗よね。でこちらが長久園さんと太陽園芸さん、美覚シダたちが壮観ですね。いやもう美覚天国だね。ここはね本当にすごかった。種類もそうだし、株もいっぱいあって、でここはリドレー、コロナリウム、ベイチーなどがね並んでおります。いやー本当にね迫力がたまらないよね。これでこそ美覚って感じ。もうお家の壁こんな風にするのが夢だわ。夢です、本当にこういう風にしていきたいです。さあそんなことを実現させてくれるようなねこの品揃えで、こちらが美覚シダの子供たちなんですけれども、その他にもアグラオネマ、フィロデンドロンやアンスリウムなどもいたわけですよ。どの種類もね引きつけられるものばかりで、このピクタムの色かっこいいね。いつ見てもかっこいいけどさ、小株から育てられるの最高だよね。いいよね。でこちらがボルタミーとエリシーの掛け合わせ、ウィリンキー、月光ジャワがいたみたいなやつがハエとリソウが入っておりましたね。そして上の段がビカクシダのガガや花火、ペドロなどが揃っておりましたね。コロナリウムたちがね棚にたくさん並んでおりましたね。いやこれは迷ってしまうね。選ぶのに、嬉しい迷いですよね。贅沢な悩み。チランジャンのラインワインですよ。こんなチランジャンあったんだ。うわでかっ。本当に立派な2株ですよね。でこちらがねヨナンタの巨大クランプです。いやヨナンタボールいいよね。こうしていきたいよね。でこちらがアンスリウムのブラックベルベットのイースタンパナマですよ。でエースオブスペートがこちらですね。本当にねビロードのこの発質がかっこよくてね。でアンスリウムのビレナオルムね、葉っぱが大きくてビロードがねしっかりとこの子も効いていて、ディスキディアたちね。この中でもねこの子可愛くない？ディスキディアのプルプレア。かわいいね。
こんな形の葉っぱなんかもわっとしてるね。そうキュッと締まってるよね、うんでこちらがペルジアたち、何種類もあったみたいですね。うわー、これはまた壮観ですうね。ん、もうこうやって寄りで見てもね、このかっこよさ際立ってくるよね。そしてね、我々このウスネオイデスにね、小さな妖精さんデンドロファイラックスリンデニーのねお花がついていて引き寄せられちゃいました。東京オーキッドナーセリーさんです。いや、ここは綺麗な欄が多かった。本当に本当に素晴らしい鉢がたくさんあってね、見たことない子もたくさんでした。まずね、このパフィオペディルムニベルム、いやー、もうなんだこの模様、すごいね。美しい。この初めて見た。白にね、赤紫と濃い紫のね、こうグラデーションのような模様がバーッと広がっていまして、いやー、これはすごいたまらないね。宝石だね、本当に。そう、葉模様も美しいし、そしてこちらがね、地形蘭たちですよ。うわー、地形欄か、欲しいんだよな。そうで、この地形蘭の向こう側にねカトレア系かないるんですけど、まだお花はついてなかったですね。お花もね、楽しみだね。でもね、やっぱり葉っぱだけでもこの美しいまだら模様たまらなくないですか。いやー、たまらないね。もう葉っぱだけでもめでていたい。一年中めでれるもんね、葉っぱだけだったらね。そうで、綺麗な花が咲くと、おーそしたらね、こういうオレンジとね赤いお花が見えてくるんですけれども、こちらのあでやかな子たちはカトレアのワイルドファイヤーですよ。ワイルドファイヤー、名前かっこいいね。かっこいい。でも本当にね、名が体を表すようにこの鮮烈な赤さ、びっくりしたよね。そしてこちらがとても貴重なブロメリアたちなんですけれども、ブラジルのね固有種でございますスティグマトドンルミナス。かっこいいね。こんな形のニョレゲ、そうすごいよね。いや、やっぱりなかなか見ないフォルムだよね。でこちらもね、スティグマトドンのロストラトゥルスですね。ロストラトゥルス、いやー、トリコームもまた美しい。この開き方がね、なんかキュッと締まってる感じじゃなくて、四方八方に爆発するようなね開き方してたね。でこの子がね、お花がないんですけれども、本当に葉模様が美しかった東京と岩永です。そしてここからはですね、名前にロスチャイルディアナムという名前の掛け合わせの品種の子たちなんですけれども、お花の迫力が華やかすぎてやばいんですよ、この子たち。華やか、迫力。これだってさ、ストライプ、深い紫のストライプにさ、ちょっとだけ見えるこの黄色い感じ、で形も面白いね。面白い、このね美しさはね、なんか一線を画してるレベルだなと思いますよね。パフィオペディルムアマビレ、葉が綺麗な子なんですけれどね、お花もまた淡くて美しいですよ。ピンク色のね。そういいよね。コントラストいいね、緑との。形もいいですよね。でこちらね、咲白リブラックポイントの掛け合わせなんですけれども、また先ほどと全然違くないですか。いや、本当だね。今度はすごいブチ模様とこのストライプの感じがまたね、美しい。そう細かい毛が生えてるところもまた面白いなと思うところですよね。かっこいい、欲しい。こちらはね、パフィオペディルムダイアンサムアルバムですね。いやー、かっこいいね。この子もまたこのうねってる感じが外側にね。そうそう、面白い品種だよね。そしてこの子がね、すごい貴重らしいんですよ。アマビルのねアルバ個体はこの個体しか発見されていないそうで、株もこの一株しかないそうです。こちらがパフアマビルアルバですね。そんな株が日本でそう、もうびっくりしちゃったよね。これはまたとない機会だ。かなり淡くて凛とした印象だよね。でこちらはね、ミルコメディアとレカノプテリスですね。この中にアリが住むんだね。そうそう、面白いよね、生態が本当に。でこの子はね、ミルコメディアプラティレアですね。でその手前がミルコメディア SP のディナガットミンダナオ、言いづらいなそしてこちらレカノプテリスのミラビリス。この最後に出てくる子、ちょっと名前わからなくなっちゃったんですけども、このトゲトゲのボディもまたいいですよね。かっこいい。このぼってりと甘辛な感じがいいね。そうそうそう。トゲがあって、でこの子は小さいんですよ。このラン、この人差し指と比べてもすごいでしょ。かわいい。お花ついてマクロクニウムマナビナムと言いますね。だからマクロなんだ。本当にマクロ、小さくて可愛らしい。で最後こちらランマンエンさんでございますよ。いやー、こちらも久しぶりに来れてよかった。本当にね、見てください、このおもとたちの波打ってる形がすごいね。そしてもうおもとの海だね、これは。そう、壮観ですよ。もうどこまでも続くおもとたち。
いやーもう永遠にその海を泳ぎたいで、この子はね、仮ってなってるネームレスの株かなと思うんですけど、おもとちゃんですね。その次はこちら、風紀蘭の藤丸です。いやー藤丸ちゃん可愛いね。この葉の連なってるのね。で、この子がね、おもとの両雲峰さんですね。符の入り方が綺麗ねえ。で、お次がね、こちら、風紀蘭の萩宝泉。形が特徴的ですよね。ちっちゃくて可愛いね。こちら、おもとの宝雪ですね。このうねり方私個人的に結構好きだわ。僕も大好きなの、この揉めてる感じね。たまらないよね。符も綺麗で。で、こちらはね、おもとの静岡な、読み方わからなかったんですよ。いやーぷっくりとした葉の形が可愛いし、このもうシワたまんないな。シワだ。この符とシワのね、コントラストいいですよね。大好き。大好き。この子はおもとのわしたか獅子ですね。うわーぐるぐるしてます。踊ってます。いや、ほんと獅子のたてがみみたい。美しいよね。いやーかっこいいわ。こちらはおもとの舞妓獅子です。いやもう名前通りにね、すごいね。もう迫力履かずにうねりにこのシワの入り方完璧ですよね。言葉失うよね。すごいかっこいい。今度は君子蘭ですね。やっぱりおもととはねうねり方がちょっと違うよね。でサイズ感もかなり大きいですからね。じゃあ一鉢ずつ寄って見ていこうと思うんですが、こちらがタイガーでございます。いやーかっこいいね。この外巻きのね符の入った美しい葉もそうなんですけれども、やっぱ遠目から見たらクリムトの絵みたい。次のねこのオーロラちゃんもそうなんですよね。うおーグラデーションすごい。これはねたまらない。そしてこちら全然違う表情なんですけど、同じオーロラなんですよ。しかも葉の一枚一枚の符の入り方とかね色合いが全然違うのが面白いですね。この縦線とカールがまたいいですよね。かっこいい。そして蛍の光が流れております。今回こちらで以上となります。いや最後にね行きたいお店もいっぱいあったんですけれども、皆さんねぜひ楽しいのでね行ってみてください。行ってみてください。はい、皆さんいかがでしたか？すごかったですよね。いやもう本当に圧巻でしたよ。いや去年伺った時もそうだけども、今年もすごく良くて、いやしかもその一つ一つの内容が濃すぎて、もう全てを一つ一つ長尺にしたいぐらいだったんですが、涙を飲んでキュッとこうね、もうね全てのお店取材できてよかったんですけど、今回はね一部の方を紹介させていただきました。そんな中でねやっぱり出会いも多くて、まず最初に伺ったパナスさんですよ。いやもう本当にねパナスさんは植物愛好者のパワースポット的なね場所だなって思いました。もうね植物を愛する方々がもう集まり、たくさんの交流の場が生まれていく、もう幸せが連鎖するようなそんな場所でね私大好きになりました。本当にパナスさん。いややっぱりねネオレゲリアであったりとかフリセアであったり、そのタンクブロメリア系が本当に充実していて、でそれぞれね生き生きしてて、挙手が鋭くて締まっていて、色の発色もすごい子たちばっかりだったので、もう専門知識がなかったとしてもそこですごい楽しめると思います。また今回ねヨキプランツさんっていうところのタイのね植物の販売されているところと一緒に共同でね出されていて、そのサンセベリアたちもね普段見ることのないような種類の子たちばかりだったので、そちらもね見どころ満載でしたよね。もう様々な感動が生まれ、もうキャパ超えの嬉しさが連鎖する、そんなね幸せな時間をくださったんですね。あと協力いただいたねブロメリアラバーの皆さん、もう感謝しかない。本当にありがとうございます。その中でねお迎えした鉢もあるので、こちら後ほど紹介していきたいと思いますが、次に伺ったのが山天園さんですね。山天さん、いやもう本当にありがたい。もう駆け込みでね私たちがね急に現れたにもかかわらず、一つ一つの鉢をね株をね丁寧に説明してくださって、いやそうですね、なかなかねやっぱり専門知識の深い方で、このホリダっていう子は背が低くて挙手がすごく立っているので、掛け合わせした時に色の強い子と一緒に入れるとねすごいかっこいいものになるから、これはすごいおすすめだよっていう風に説明してくださったりね。でまた希少株が多いですね。多いね。本当に全体的にもうなんかもうショッキングなほどいい株ばっかりがあって、もうで今回ねアローディアの
高さこんぐらいで太さこんなんなんですよ。アロディアって大体細くて長くてっていうような種類の子がまあ一般的に見られる子だと思うんですけど、あんな子がいるんだなっていうのにちょっと驚きましたね。マダガスカルの固有種っていうふうにおっしゃってましたね。そうだからやっぱりね、お客さんの数もすごく多かったんだけど、そんなたくさんのお客さんに同じような熱量で語られる姿を見て、も真の植物愛を私は感じたんですよ。いやー、本当蜜源さんありがとうございます。ありがとうございます。まあホリダもルイーズも欲しかった。でもうお迎えしに行こうかなと思ったら、もうねホタルの光が鳴り出して会が終了してしまうっていう。無念だった。ちょっとね時間が僕らもねあんまりなかったんで、最後寄ることができなかったんですけれども、ただねこちら山庭園さんは世田谷にあるので、実際に伺いたいなと思っております。そうですね、我々関東圏ですからね、もうホリダとルイーズ、もしくは別の素晴らしい株に出会える可能性がもう溢れてますからね。楽しみです。はいはい。そしてお次は、太陽園芸さんと長久園さんですね。いやー、まさかの出会いが待ってましたね、本当に。いやー、こちらもねかなり普段見ることができないような、そういうね変わった株があったり、あともうかっこいいビカクシダが大量に並んでいたりね。しかもなんかお店の配置で表からでも裏側からでもこう、見て回れるようになって手に取りやすくってね、だからもうすごいずっと入れる感じ。もうあれも欲しいこれも欲しいってどんどん気がついたらもう手に山盛りみたいなそんな感じだったね。でまたねそのビカクシダたくさん並んでる下にこういう貯水用だけのね、ビカクシダが置いてあって、で小株たちどういう風な姿になるんだろうっていうのを見ながらこう選べるっていうのもすごい楽しみの要素でございましたね。いやー本当にね、もう内容が濃いわ。内容濃い。こちらもねお迎えした植物たくさんおりますので、後ほど紹介させていただこうと思っております。そしてねお次はですね、東京オーキッドナーセリーさんですよ。ほんと僕らが普段絶対に見ることないなっていうようなね超希少な蘭がたくさん並んでいて、それぞれのパワーがもう圧倒的なんですよ。もう一気に吸い寄せられていっちゃいましたね。ロスチャイルドとか何すごいよね。すごいね。ロスチャイルド家の名前が入ってるのみたいな子がいたね。ねえ、もうでも何ふさわしいね威厳みたいなものを持っているようなそんな子でしたね。もう超希少な蘭がいたりもしたんで、またねぜひ見に行きたい。本当にすごい子だった。いや本当にね急な飛び込み取材だったにもかかわらずご協力いただいてね、本当にねありがとうございました。たまらないところでした。もう見てるだけで美しい。最後はランマ園さん。昨年ね晴天の舞というお元の株をこちらでいただいてきたんですけれども、取材の方もね協力していただいて、広がる情景のある小さな元たちがずらりとこう並んでいるところは圧巻でしたね。ほんとすごいよ。だってもう一つ一つの株がすごいのはわかるんだけど、なんかもうそれがブワーってもう合唱団のようにねファーって並んでるから、もう目が回るぐらい選ぶの迷ってさ。いやさすがですよね。やっぱり将来像こんな大きくなってこんな綺麗になるんだみたいなのもね見ながら選べるからすごい楽しかったです。さあそんな中こちらの6株お迎えしましたので、一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちらパヌスさんでお迎えしましたオールウェイズカレンというネオレゲリアでございます。いやもうブロメリアラバーにとってはねもう本当にたまらないです。こちらをね入手できたというのがね、このストライプ柄にねこう不規則に入ったブチ模様、光の当たり方によってこう変わっていくんですよね。そう、このブチの数であったりとか色の発色であったりっていうのは光の当て方で変わるんですけれども、ただこの白いストライプに関してはその株が持っている遺伝みたいなものっていうところが強いので、ストライプが多い少ないっていうのもねどっちの方が好きかっていうのを選べるようになってるんですが、今回すごく悩んだんですよ。この子も同じ品種の子がもう一株あったんですけれども、こう太い子とこっちはちょっと締まって細い子なんですよ。その太さもすごい良かったりもしたんですが、やっぱり白いストライプがすごく魅力的に映って私たちこちらをお迎えしました。そういろいろとね解説してくださってね、同じ品種であってもこういう違いがあってねとかね、もう本当にブロメリアラバーのね皆様、そしてねお店の方々、もう感謝しかないです。本当感謝です。おかげで素晴らしい子をお迎えすることができました。ありがとうございます。ありがとうございました。この美しい株
他にもたくさん美しい株いた中でね、やっぱりこの子を選びました。そしてお次は長久園さんでお迎えしました。こちらですね、フィロデンドロングリーンコンゴです。いやー、この子ね、小株なんだけど、親株というか大きな株の方はまあすでに予約済みという風になってたんですけれども、もうすでにこの小株大人びてない？完成されてる感じしない？すごいですよ。やっぱりね、小さな葉っぱ6枚の中に全部が入っていて、全部の白風でこう緑と黄緑のマーブルであったり、黄色と緑が綺麗に分かれているところであったり、このピンクがちょっと入ったところであったりね、本当にね、見ていて飽きない灰色を持っている子ですね。大きくなってもこちらすごく綺麗でした。ただ生育速度そんなに速くないのかな。3年ぐらいでこのぐらいの大きさっていうふうにおっしゃっていたので、もしくはね、めちゃめちゃ締めて作っているのかもしれないですけれども、今後どういうふうな葉模様になっていくのかっていうのがね、もうすでにこの鉢の中で小さな小宇宙って感じがしてね、私はこうめでていこうかなって。いやー、すごいいい子をお迎えしちゃいました。そしてお次、ずっと欲しかったリドレーです。出ました、リドレー。こちらのリドレー、こちらね、貯水葉の部分、丸くなる葉っぱの部分がかなりエンボスが効いていて、また異彩を放っているような、そんな美覚シダになるんですけれども、胞子葉と言われる立っているところの部分もトキントキンにこうカシッって出てくるんですよね。これがキャベツになるんだもんね。そういや前から欲しいなと思っていて、やっと今回お迎えすることができました。今はまだ小さいですが、これから生育楽しみですね。板付けにして大きくしていきたいなと思ってます。可愛いけどね、この時点でね、この子もまたぷわーんとしててこの子もかなり嬉しい株でございますよ。はい、そしてこちらフィロデンドロンのフロリダゴーストですね。フロリダゴースト、最後の2鉢だったんですよ。でこの子たち今回は手に入れるぞっていう風にお迎えした子ですね。もう即買いに近かったんじゃない？この子をね、ちゃんと見てみるとね、このモケモケのピンクのグラデーションがこんなにも綺麗だったんだなと思って、そう傭兵の茎の部分ね、この傭兵の色のねグラデーション綺麗ですよね。黄緑から入って白くなってピンクになっていく。でまた新芽が出てたりもするのでね、もうこの子の将来像も楽しみですよ。いや可愛いよね。もうすでに可愛いんだって、もう全部多分どんどん葉っぱ展開していくと思うので、今年の夏にどうなっていくのかを期待しております。楽しみ。楽しみです。そして太陽園芸さんのこちらフペルジアのゴエベリーですね。これ一見するとこうこじんまりとしたこうグリーンな感じに見えるんですけれども、将来やばくなるやつ。太陽園芸さんのブースのところで取ってきてたものがあると思うんですけれども、ああいう風に大きく生育するシダンの仲間でございますね。こちらね、結構生育時間かかるので、サイズにするのはかなり時間を要するのかなと思うんですけれども、ゆっくりとね育てていって逆さずりしていきたいですよね。いやでも本当にねラッキーだったと思う。このサイズ感で売ってるってなかなかないですからね。そうラスト1鉢だったんで、滑り込みでいい子を手に入れてしまいました。ありがとうございます太陽園芸さん。そしてこちら最後お元でございますラマエさんの天光閣ですね。いやー嬉しいね。本当先ほども話したけども、目が回るぐらいこう迷いに迷ったけれども、やっぱり決め手となったのが、やっぱりねこのお元らしい形というんでしょうかね。この穂が綺麗に出ていて、で白い斑がまんべんなく入っている。そしてこの葉っぱが今後暴れるんじゃないかなみたいな縮れがね入っているところもすごく僕の中で高ポイントでございまして、でも天光閣っていうこのね名前の札とこの形がぴったりクッてきたのがこの鉢だったんですよね。もう最後は直感だよね。直感。でもこの子がねだいたい大きさこのぐらいかなに生育していって、こうキュッと締まった綺麗な株になっていくっていう想像をねした時に、もうこの子を育てたいって思っちゃいましたね。いやもうほんとね、最後のねもう蛍の光が流れる直前だったにもかかわらず本当に親切に対応してくださって、いやー感謝しかない。感無量でございます。さあ今回お迎えしましたこちらの6鉢紹介でございました。もう並べてて困るよね。どの子がセンターでもいいんだもん。もうすごいみんな特別。ぜひね
オーキッドボタニカルフェア行ってみていただきたいな、足を運んでみていただきたいなと思います。で、今回ね、その愛好家の方々であったり、よく親切にね、紹介してくださった方々っていうのもね、概要欄の方にインスタグラムのリンクであったりも貼っておこうと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、もう本当重ね重ねね、改めまして本当にありがとうございました。はい、今回の動画はこちらで以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さようなら。